今回は、虹色シェイカーと題して、綺麗で中身が動く、素敵な作品の作り方をご紹介。では早速作業開始。レジン液は、人魚の涙、アクアを使用。そしてモールドは、中が星型の空洞になるタイプを使う。ちなみにこのモールドは、100均の、ダイソーで購入。外堀にレジン液を注いだら、まずは金箔を配置。この金箔は、Amazon で購入したらしい。次に、グリーンの、乱切りホログラムを配置。こちらのホログラムは、100均の、キャンプーで購入。これはピンク色系統の、乱切りホログラム。こちらは多分、100均の、ダイソーで購入したとのこと。外堀の装飾が完了したら、ここで一旦降下。ハンディ UV ライトで仮降下したら、UV ボックスで本降下。そしてここで、オーロラデザインシートが登場。このシートは、100均の、キャンプーで購入。オーロラシートにモールドを置いて、ペンで線を引く。引いた線に沿ってシートをカット。注意点としては、黒いペン線を残さないようにカットすること。そしてシートをうまくカットできてるかチェックしたら、モールドにレジン液を限界ギリギリまで流し込む。エンボスヒーターで軽く炙ったら、カットしたオーロラシートをセットして降下。というわけで、色変化の秘密はオーロラシートでした。ってバレバレか。今までに何回も使ったことあるもんね。このオーロラシートは、めっちゃおすすめの素材。いろんな作品に使えて便利だから、ぜひ購入してみてね。そしてこちらは、ダイソーで購入したラミネートフィルム。色なしの、透明フィルムやで。さっきと同じように、ペンで線を引いて、カットしていく。これもカットする際は、黒い線を残さないように。うまくカットできてるか、重ねてチェックしてみるのも同じ。はみ出た部分はここでカットして、透明フィルムは一旦保管。さて、中身の具を入れていこう。まずは、隠しカラーブリオンを配置。入れすぎたら、動きがぎこちなくなるので、ほどほどに。さらにグリッターと、シェルも入れちゃう。このあたりの具材も、100均で購入したものやで。そしてレジン液を、星型の縁に乗って、ラミネートフィルムを貼り付ける。透明なので見づらいけど、今フィルムを貼り付けてるよ。ずれないように注意しながら、降下。そして、ラミネートフィルムの面を、レジン液でコーティング。今回の作品は、順序よく丁寧に作業を進めれば、綺麗に仕上がるので、ぜひチャレンジしてみてね。
さて、これで透明フィルムの貼り付け工程が完了。オーロラシートを貼り付けた面のコーティング作業を進める。こちらもシンプルにレジン液を塗り塗りして硬化するだけ。硬化が完了したら、いよいよ中の空洞に液体を注入する。ちなみに中に注入する液体は水ではなく、100均で購入したこのハーバリウムオイルを使う。見づらいけどモールドのここにご注目。実はこれが注入用の穴。中の星型の空洞にパイプ状の穴が通ってる。よくできたモールドだ。素晴らしい。何回かに分けて、ハーバリウムオイルを注入しきったら、高粘度の人魚の涙、マリーンで注入口を塞ぐ。しっかり塞いでおかないと、液体が漏れちゃうので要注意。そうそう、注射器は、Amazon で購入したもの。とりあえず液漏れはないね。ここまでできたら、ヒートンを接着する。あとはパーツを組み合わせて、本体と繋いだら完成。というわけで、奥さんが作業している間に、次回作品の予告。次回作品は、なぎと題したフックピアスで、100均のセリアで購入したおしゃれなカラー枠を利用。それと使ったレジン液は、久しぶりに星の雫。チャンネル登録して動画を待っててくれると嬉しい。高評価やコメントも励みになるのでよろしくお願いします。あとは、アクセサリーパーツをつけて、完成ということで。今回は、めっちゃ便利なモールドが大活躍。それと、オーロラシートが彩る素敵な。流行りの、中身が動くシェイカーを作る動画でした。今回使った材料は、レジン液を除けば、ほとんどすべて、100均で揃うものばかり。初めてレジン作品を作る方にも、実はおすすめで。ぜひともこの動画を参考にして、作ってほしい。そして本来ならここで、完成の予定だったらしいんだけど。もう少し装飾するか。ということで最後に、シールを貼り付けてるで。もちろんシールを貼った後は、レジン液でコーティングして完成。それではこの後の、作品完成画像と、可愛い僕のエンディングまで、最後まで見ていってね。それではまた、次回作品で会いましょう。